次の方もメールでいただきました。楽しむのは良いが、楽しんだことに執着するのが問題だと、以前仏教の知識のある方からアドバイスをいただきました。楽しみつつ執着しないことは可能ですか？私としては楽しむ機会が増えることで執着が強まる気がして、楽しむことはなるべくできるだけ控えた方が良いと思ってしまいます。一方で楽しむことで元気が出て仕事などにやる気が起きるということも事実としてあり、楽しむことにどの程度弊害があるか知りたいです。これはこの楽しいという言葉の定義が問題なんですね。だから誰かが言ったならば仏教の知識のある方からアドバイスだったらね、その方は自分の定義持ってるんで、楽しみっていう言葉に。だから仏教の、例えば我々の仏教を学んでる人であっても、個人個人が単語にその個人の定義を持ってるんです。言語っていうのは自分が使うものなんです。だから共通語なんとかいろいろ言うんだけど、皆様日本語で考えて日本語を喋る方々ですけど、一人一人のマイジャパニーズはあるんです。だからその辞書と他人の辞書っていうのはぴったし合わないんです。ほぼ合ってるんだからみんな日本語でコミュニケーションしてるんです。結構合ってるんだよと。しかしぴったし同一に合ってないんですね。だからいろいろ違う意見生じるでしょうに。そういうことだから楽しいという言葉は何なのかっていう問題なんですね。そういうわけで、これ、アドバイスした人の定義知らないと私には本当に、ズバリと答えられないっていうこともありますけど、で、私の定義から喋ると、我々はこの豚人地の刺激にも楽しいと言うんです。あれは単純な刺激なんですね。で、怒って楽しい人々もいますよ。だって怒りが憎しみかき立てる映画、ドラマとかあるでしょうに。悲しみをかき立てるドラマとか、結構日本でありすぎでしょうに。ドラマ見る人は泣かしちゃいんですね。これは現実で起こると気持ち悪いでしょうに。ものすごい失望感でね。しかしドラマの場合は、すごくいいドラマでした、最高でしたと。テレビドラマはなんとすごいでしょうかとかね。素晴らしい文学作家ですよとかね。人々やってるのは我々持ってる怒り嫉妬憎しみ欲性欲あれやこれやとかね、それから同時に優しさも家族の愛とかね、そういうものを感情をかきたてる。そういう感情をかきたててくれるとなんとなく楽しくなっちゃうんですね。で、漫才師やってるのは同じことなんです。とにかく人を笑わせようと。笑うためには、物事は変でなければ人は笑わないんです。だから、わさわさ妄想やりまくっちゃって、ありえない変なストーリーを組み立てるんです。組み立てて、笑いを取るんです。だからそれにも即世間で楽しいと言うんです。
だからご飯食べるとこ楽しいとかね、仕事の休憩時間でお茶飲むのはね、お菓子食べてお茶飲むのすごく楽しいとかね。いろいろ人にとってはそういう楽しみはいろんなものあるんですね。刺激なんですね。で、心に刺激が入ると、心はちょっと回転するんですね。あんまり長く回転しないんです。すぐ回転して、その刺激終わったら、またかなりスピードがスローダウンになるんです。ですから、この心の嘘から見ると、この刺激で生きることはすごく危ないんで、これ麻薬と同じで、麻薬は最初に服用する人にとってはものすごい抜群の刺激がある。それでどうしようもなく、一回使ったらまた使いたくなる。あの刺激が欲しいと。で、二回も使うんですね。あれほどないんですね、刺激は。そうすると、また使うために、また使うためになったりして、一日使う回数は、一日一回であったことは二回になったり、それから3回になったりもします。そういうのはネズミとかなんとかこの実験でもこの刺激っていうのはすごく危険ということで、実験データは最近のデータではないんですね。古い医学本とかなんか読んだところで私は読んだか見た覚えがあるんですね。それは脳のなんとかエンドルフィンなんとかなんで、ネズミたちでね、いろいろ針をつけたりして、何かボタン押しちゃうと、すぐ電気ショックでエンドルフィン出る。エンドルフィン出ると、すごい刺激で楽しいんですね。で、それどんどんネズミたちはそれに依存しちゃって、あれすぐ押しちゃう。すぐ押しちゃう。スイッチを。やがて、効き目がなくなる。それで死んじゃう。だから刺激が入ったら、この刺激の毒が体から出ていって、心がノーマルになるまで待たないといけないんですね。うなぎ美味しいんだから、うなぎ食べると朝も昼も晩も毎日うなぎ食べることを考えてください。もう気持ち悪くて死にそうになると思いますよ。2ヶ月間、3ヶ月間1回だったら最高に美味しいでしょ。時間感覚が必要なんですね。刺激楽しみの場合は。それでも心にとってあんまりいいことじゃないんで、心は怠けちゃうんですね。それに対してこの仏教ではサントティという仏教ではこのスカサントティとはこれ否定してないんで、だって戦場に入るとすごく楽になる。だからこの楽って言ったっても日本語で同じ漢字だからね、楽しいという感じ。だから楽しいと楽って全く意味違うんだからね。これ、スカっていう言葉があるんですね。これは喜、喜びの喜書くんですね。そういうのは一般に人間の言葉で言えば、このハピネスなんです。
これ、ハピネスはとてもいいことなんです。で、美味しいご飯食べられて、私はとてもハッピーやというのはどうかわからない。そういう人々は本当にハピネスという言葉のね、意味分かってるかどうかわからない。ただ、私は楽しいということだと思います。楽しい時、ハッピーも起こる可能性ありますけど、決してつながっていて必ず起こるものじゃないんです。楽しみがなくてもハッピーでいることはできますね。刺激がなくてもハッピーで生活することはできます。仏教はよろしいというのはこのハピネスなんです。ないもないこと。ちょっと方縁で物事をやってくださいと。その人は楽しみ探し求めてないんです。必要じゃないんです。ハッピーだから。家の周りものすごく汚れて雑草が出てきて、気持ち悪いと思わないんですね。ブス道知ってる人は。そう、これきれいにしてやるぞとか、ハッピーになっちゃうんです。それで気持ちよくいろいろ道具持ってきて、手袋をはめて、長くすもつけて、すごく喜んで、家の周りをきれいにする。それと普通に義務であるよりは美しく結果にもなるし、本人がハッピー。だから汚れていた時もハッピーで、汚れをなくす時でもハッピーで、終わってもハッピーなんです。そちらにはあれ波がない。ないというか、波の問題はないんです。ハピネスも時間間隔を空けてくださいっていうことはないんです。ハピネスの反対の言葉は悲しみなんです。ですから、この質問した方は言ってる通りにちょっと、楽と執着は、楽しみと執着はね、仲間なんです。つないでいるんでしょ。だから、執着なく楽しむと思ったっても、この糸をつないでいるんだからね、後ろから来るんです。どうしても楽しみには、執着っていうは、ストリングで、糸でつないでいるんです。だから、執着しないで楽しむっていうことは、完全不可能とは言いませんだけど、やってみれば、そういうオケーションが起きますよ。楽しかったんだけど、執着はないんだと。しかし、そこはすごく長持ちすることも、毎日朝晩実践することも難しい。だから、ハピネスで頑張ってください。仕事もハピネスである。他のこともすごくハッピーであるということなんですね。はい。だから結論はこの楽しいという単語の定義なんですね。刺激であるなら、ほとんど刺激に楽しめて言うんだから、それはそんなにいいことではないんですね。執着は起こります。依存します。ハピネスの場合は依存はできません。例えば、家の周りがすごく汚くなっている。誰がそれに依存する？だから、
聞いてなくなってる。では、きれいにしてやろうと。そちらにハピネスがあるんです。それでやるときでも、しっかりと、丁寧に淡々と、掃除をして、さっそうだ、抜いて、きれいゴミ箱に入れて、きれいにする。仕事終わった後、それでも、あと、味もハピネス。また執着しないで、もっとこれがまた汚れてくるならば楽しいのにと思わないでしょ。私はこれぐらいハピネスになったのは家の周り汚れていたからやと。早くもう一度汚れてくれと。ありえない話ですね。それで家に入ったら、まあ、なんか時間がありますから、じゃあ本でも読もうということでしょ。ハピネスで思う。で、喉が渇いてきた。じゃあ、お茶入れて飲もうとかね。それはハピネスでやる。執着はないんですね。その場その場でハピネスで行うことなんです。ですからハピネスは仏教では推薦する、心開発する、脳が開発する、すごくいい条件なんです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。